はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ-ZS12 Pro 2です。なんか以前聞いたことあるような気がするんだけど、ZS12 Pro X でしょ？ ZS12 はなくて、いきなり ZS12 Pro X が登場したのよ。で、今度は ZS12 Pro 2なの。なんか紛らわしいなぁ。でも分かったよ。じゃあ、早速見ていこう。プロ X とプロ2は外観の違いが多少あるみたいだね。そう、プロ2はチューニングスイッチバージョンがないの。それと、プロ X はオールメタルボディだったけど、プロ2はレジンシェルと軽量な金属製フェイスプレートに変更されてるわ。デザインの基本はほぼ同じだけど、ゴールドのアクセントが入って2カラー展開になったのよ。重さが半分以下になったんだ。ゴールドのアクセントが入っただけでも印象結構変わるもんだね。サイズ感はプロ X と同じと言って良さそうだね。音漏れは？フェイスプレート側の開いている部分から少し漏れてくるわね。音量にはちょっと気をつけた方がいいかも。価格は1万円前後。タイプ C ケーブルマイク付きの方がちょっとお高めだけど、こっちの方がお得感ある気がする。特にゲームやる人にはね。概要欄に期間限定の割引クーポンコードを載せてあるのでチェックしてみてね。外観の違いは大体分かったけど、中身はどうなのかな？ 1DD プラス 5BA のハイブリッド構成なのはプロ X と同じ 10mm のダイナミックドライバーが低域から低中域ぐらいまでを担当しているんだろう。最適化された磁気回路と洗練された振動板設計で並外れた深さと伸びを提供しているんだ。 BA の内訳は超広域担当の31736が2セット計4機と中広域担当の30019が1機。役割もプロ X と同じと見ていいだろうね。そしてこの多数のドライバーの仕事を分担させているサウンドコマンダーとも呼ばれる内蔵の電子クロスオーバーボード。これで精密な周波数分割を実現し、ドライバー間の干渉を最小限に抑え、ハイブリッドの性能を最大限に引き出しているんだ。なるほど。あと、最近やたらとプッシュしてきてるのが、音楽だけじゃなくてゲームレディープレシジョンってことで FPS ゲーマーにも押せるんでしょ？そう。精密なサウンドイメージングと強力なトランジェント応答により、対戦相手の足音や位置を正確に特定し、素早く反応できる勝利のエッジをもたらしてくれるんだって。さて、ここからは波形を交えながら見ていきましょう。まず、プロ2の波形から。なんだか KZ らしい感じがしますね。中域の減衰がちょっと大きめなのかしら？やっぱ、他の波形も重ねないとわかんないよ。じゃあ、プロ X のチューニングスイッチ、パターン1110の波形を重ねたよ。低域が一番出るやつね。なんか2キロ以下はかなり似てるね。逆にプロ2の3から5キロあたりの山が特徴になるのかな？そのようだね。サウンドチェックの比較はプロ X にしてみた。それからもう一つ CCZ、CZ10。これは最近聞いた中で自分の耳に結構合った音質だったので 4BA でプロ2より一つ少ないんだけどピックアップしてみた。 CZ10 がジャックさんに合うバランスだとすると、プロ2はちょっと明るすぎる感じですか？まあそこはサウンドチェックの後で話そう。音調整の基準はプロ2の3から5キロあたりの違いが伝わればいいなと思って、あえてプロ X のスイッチパターン1110にしてみた。これでプロ2が一番明るく聞こえるんじゃないかと思うけど。そうなんですね。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。You make me go loco, baby, yeah, that shit makes me crazy, yeah, that shit makes me crazy, yeah, that shit makes me. You make me go loco, baby, yeah, that shit makes me crazy, yeah, that shit makes me crazy. You make me go loco, loco. You make me go loco, baby, yeah, that shit makes me crazy, yeah, that shit makes me crazy, yeah, that shit makes me. You make me go loco, baby, yeah, that shit makes me crazy, yeah, that shit makes me crazy. You make me go loco, loco. Baby, yeah, that shit makes me crazy. Yeah, that shit makes me crazy. Yeah, that shit makes me.
はい、サウンドチェックでした。CZ10 は違いが分かりやすかったんですけど、プロ X とプロ2の違いは難しかったですね。実機で比べるより違いが出にくかったね。ちょっと想定外だった。プロ X を基準に音調整したから CZ10 は低域は同程度だけど中高域以上はやや暗めに聞こえたら正解。だよね。プロ X とプロ2の違いは主にこことここの差だと感じたね。中高域はプロ X の方がちょっと痩せた感じ。プロ2は明るくやや太め。実機だともっとわかりやすい。とはいえプロ X をベースにしたチューニングだよね。中高域から高域がしっかり出ても鋭く感じないモデルが増えている印象の中、プロ2は結構鋭く出るなぁと思った。やっぱり KZ らしい質感。以前レビューした ZSN プロ2と似ている気がして比較してみたところ、おお、やっぱり似てるんだ。でもこれってプロ X の方がもっと似てるか。そうね。プロ2のここの山ってやっぱりゲーム用途を意識しているチューニングなんでしょうか。そんな気がするね。プロ X が発売された頃、サイト情報にはゲーム用に適していますなどの文言は一切なかったけど、最近レビューした優先モデルではゲーム用にも最適という PR が増え、タイプ C ケーブルが選べるのがスタンダードになってきてる。プロ2は本体にチューニングスイッチはないけど、購入時にタイプ C ケーブルを選べば音調整できる。これもゲーム用途を意識してのことだよね。手元に全く同じケーブルはないんだけど、多分効果は同じだと思うので AM02 っていう DAC ケーブルで調整幅を確認してみたらこんな感じになった。結構変化しますね。やっぱりこの辺りの帯域の変化が大きいのはゲーム用途に効果があるってことですよね。そう思うよ。あとはプロ2を聞いた印象をまとめて。低域から 2km あたりまではプロ X のスイッチ1110とほぼ同じでしっかり出るので満足度が高め。音楽用としては中高域から高域の抜け感が良く、定位も左右を広く使って聞こえてくる。フェイスプレートからのセミオープン的な開放感もあって爽快。分類するとしたら感触の音シャリ系。ややネガティブに見ると、最近聞いたモデルは中高域から高域が明瞭なのに視察音が少なく耳に優しいモデルが多かったけど、プロ2の中高域から高域は結構鋭い。解像感は高いけど、個人的には視察音や高域の鋭さがちょっと耳につく。ZSN プロ2系の音が好きな人には受け入れられやすいんじゃないかなという感じ。音楽専用としては中高域から高域の調整が必要と感じる人がいると思うけど、高度な技術と洗練された設計で音楽リスニングから本格的なゲーミングまで一つで複数の可能性を秘めた IEM。 そう考えると1万円ぐらいの価格は高くはないという見方もありかな。そうですね。はい、ということで KZ ZS12 プロ2のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。